ということで、自己紹介お願いします。あやめそらです。20歳です。はい。2024年の12月1日にデビューさせていただきました。今1年と5ヶ月ぐらいキャリアです。めっちゃ最近でした。すごい。まずチャームポイントって何？チャームポイント、やっぱり試合中もそうですけど、やるときはやること。はい。なぜですか？やっぱり試合中もそうですけど、やっぱりずっとやられっぱでは痛くないので、もちろん痛いし苦しいけど、やっぱり自分がやるときはしっかり決めることで、やっぱり、自分がやっぱりなんて言うんだろう、その諦めない気持ちとかを伝えられるかなっていうふうに思います。それで女子プロレスの醍醐味なんですか？やっぱりどんだけやられても立ち上がって必死にやり返そうとする、やり返すところがやっぱり一番お客さんも心打たれると思いますし、やっぱり自分も一番そこで感情を出せるポイントなので、やっぱりそのどれだけやられても必死に返したりとか、何か技を一発でも決めたりとかする、そういう諦めないところです。そう、リング、違う人でしょ？このままみたいですね。めっちゃ静か、怖いとね。でもリングでどんなタイプの人ですか？やっぱり普段感情を出せない分、リングに上がったらやっぱり先輩後輩もキャリアも年齢も全部関係ないと思ってるので、やっぱり唯一自分が感情をさらけ出せる場所だし、なんだろう、やっぱり全然なんて言うんだろう、やっぱみんなそうだと思うんですけど、コスチューム着たり入場曲かかったりとかしたら、やっぱりそこからはもう本当にあやめ空として生きてるので、そこは自分のどこかで切り替えようってしてるっていうよりは、気づいたら自然とそうなってる感じですね。そう、プロレス以外、プライベート時は何、最近ハマってるのことは？でもやっぱり自分は寝ることが好きなので、寝ることが好き、スリーピーライクだからやっぱり何もない時はそうずっとやっぱり寝て起きて寝て起きてって繰り返したりとか、何が好きかな、もうあとは YouTube 見たり TikTok 見たり X 見たりインスタ見たりSNS 見てるか寝てるかですね、休みの日は。好きなYouTuber、インフルエンサー誰ですか？別に誰かいるわけじゃないけど、その時の流行りとかを見るのが好き。そう一番好きな選手、プロレスラー、誰ですか？好きなのはやっぱりうなぎさやか選手はずっとやっぱり自分がプロレスにハマるきっかけの一人でもありますし、やっぱりなんていうんだろう、他のプロレスラーとは少し違うというか、やっぱり行動力とかやっぱりプロレスの世界ってすごい上下関係とかも厳しいので、みんななかなかやっぱり先輩とか上の人に対してガツガツいけないと思うんですけど、うなぎさんはやっぱそこをガツガツいけるので、それがすごいなんて言うんだろう、他のプロレスラーとは違うところで、そこがすごいそこが好きですかね。そううなぎさやかさあ、面白い話ありますか？面白い話そう面白い話面白い話は分かんないけど、試合リング、なこと話あるない？普通にやっぱり試合が面白い、ゴムパッチン使ったりとか、とか、電流爆破もやりますし、普通に試合もしますし、
うんその振り幅というかあーがすごいなって思います。そうなんかね、プロレスいいところと悪いところと何ですか？でいいところはやっぱり普通に生きてたらしないこと、普通に生きてたらなかなか人を蹴ったりとか殴ったりとか人を叩きつけたりとかやっぱり普段はできないというか、普通に生きてたら経験しないことだからこそやっぱり見る人もそれにすごく多分刺激をもらうだろうし、やっぱりなんて言うんだろう、やっぱり人が引き込まれるのって自分はそこだと思ってて、自分が普段できないこととか普段だったら絶対に起きないことを起こせるのがプロレスだと思うので、やっぱりそこですごい刺激とかなんか自分も頑張ろうとかそういう気持ちになれると思うので、やっぱりそこがいいところで、悪いところはやっぱりなんだろう、やっぱ偏見とかもめちゃくちゃ多いので、なんかやっぱそうやって日常的なことじゃないからこそやっぱり人を殴ったりとか蹴ったりとかして何が楽しいのとか言われることもありますし、やっぱそういう偏見の目とかが多いところがやっぱり悪いところというか、もっともっとなんか変えていきたいところですね。はい。そう人に見えない、一番辛いことは辛いことはい、自分で思うように試合ができなかった時とか、お客さんになんか何も届けられなかったなって自分で感じる時が辛いというか、なんか心に、来るところではありますけど、でもやっぱそういう思いをするからこそ次じゃあどうしようとか、次の試合の時にこうしようとか、そういう考えにもなれるので、なんか辛いことが決して悪いことではないっていうふうに自分は思うようにしてて、辛いこと苦しいこともちろんめちゃくちゃ多いし、むしろうまく試合いったって思うことなんてやっぱり上の選手もよくおっしゃってますけど、やっぱり自分でそうやって思える時ってないと思うんですけど、やっぱでもその苦しい思いとか辛い思いとか後悔があるからこそ次の試合だったりとか次のチャンスをつかもうって自分で思えるから、なんか辛いことは決して悪いことじゃないっていうふうに自分の中で思うようにしてます。おすごいめっちゃいいわめっちゃいい、めっちゃ説明してみたい。すごい。ちょっと難しい質問。よく誤解されることは、誤解されることやっぱり普段静かな分なんか、なんて言うんだろう、リング上でもやっぱりそうなってしまうように見えてしまったりとか、やっぱする時とか、あとはなんだろう、誤解というか、やっぱりプロレスをやってるように見えないってよく言ってもらうんですけど、やっぱそれがすごい、もちろん別に言ってくださる方もそういう悪い意味で言ってるわけではないと思うんですけど、自分の中では少し悔しい気持ちというか、やっぱりプロレスラーってもちろんギャップはあるんですけど、なんていうんだろう、誰が見てもこの人プロレスラーだって思われるぐらいのやっぱり体だったりとかオーラだったりとかが必要だなっていうふうには思うので、それをもっと今後鍛えていかないといけないし、身につけていかないといけないところだなっていうふうに自分も思ってます。そうなんだ OK、自分ではどんなオーラだと思います？自分はでもやっぱり静かなので、オーラっていうのは今まだなんかないんだろうなっていうふうには思うんですけど、今後はなんて言うんだろう、別にそれが怖いオーラとかは別にいらないけどなんて言うんだろう、かっこいいとかいうふうに思われるように、かっこいいとかすごいって思われるようにしていきたいですね。そうかっこいい系は可愛い系どっち？でも普段は可愛いって言われるのが嬉しいけど、試合はかっこいいって言われる方が嬉しい。いいじゃん。めっちゃグッドですよね。
そう、そう、次、挑戦してみたいことは、挑戦でもやっぱり自分の最近の武器というかスタイルは人に痛みが伝わりやすい技だったりとか攻撃をしてるので、やっぱり、普通の例えばプロレス技ってお客さんは受けたこともなければ見たことしかないから、痛そうだなとは思うと思うんですけど、じゃあ実際どれぐらいの痛みなのかとかどれぐらいの衝撃なのかっていうのは多分イメージがつきにくいと思うんですけど、でもすね蹴りだとかやっぱりつねりってなんていうんですかね、伝わりやすいというか誰もが経験する痛みというか、だからこそ、やっぱそれをもっと磨いて武器にしていきたいです。すごい。いいじゃん。めっちゃグッですね。Super good response ね。最後の質問ね。ハッピーのことは何ですか？やっぱりお客さんが試合終わって楽しかったとか思って帰ってくれるのが本当に一番嬉しいことだし、やっぱり自分もプロレスが好きでプロレスの世界に入ってプロレスをしてるので、好きなことを職業にできる人って本当に限られた人しかできないことだと思うので、好きなことを好きなように好きなだけできてるのが自分にとっては幸せですし、それを通してお客さんにそうやって幸せとか楽しさを持って帰ってもらえてるっていうのも自分にとって幸せなことです。一言、海外のファンメッセージありますか？日本語 OK？ 自分はまだ海外アメリカに2回しか行ったことないんですけど、でもこのキャリアで海外に行ける選手ってやっぱりなかなかいないと思うし、なかなかないチャンスだと思いますし、やっぱ日本と海外って本当にプロレスのなんて言うんだろう、理解度というか、やっぱりアメリカに行って思ったのは、こう道路を走っててもプロレスのその看板というか広告がめちゃくちゃあるし、街中歩いててもベルトのレプリカを持ってみんな歩いてたりとか、やっぱそういうなんかもうプロレスが日常になってる光景っていうのがすごくなんか嬉しいというか、だから日本もそうなってほしいなっていう気持ちもありますし、やっぱプロレスの理解度が高いからこそお客さんもめちゃくちゃ盛り上がってくれる試合でめっちゃ頑張れってめっちゃ応援してくれる、日本よりもその声援っていうのがやっぱりすごいなってめちゃくちゃ感じるので、皆さんありがとうございますまた海外いろんなところ、アメリカだけじゃなくて、いろいろな海外でいろんなやっぱスタイルがあると思うので、それをもっといろんな海外に行って勉強したいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。